DJI Osmo Nano と Insta360Go ウルトラ、どちらも本体約 52g の超小型ウェアラブルカメラ。おはようございます。岩崎です。最初に言います。この動画は DJI さんからの PR です。でも片方を絶対進める内容ではありません。今回実機で徹底検証してみたら、ある意外な結論にたどり着きました。性能差と価格差の間にちょっとした驚きのギャップがあったんです。結論はこの動画の最後でお伝えします。それでは見ていきましょう。どうぞ。箱の中身、両機ともカメラ本体、拡張モジュール、クリップ、磁石ペンダント、USB ケーブル、同じような撮影体験ができる構成です。違いはここから。重量は両機ともカメラ本体だけなら約 52g でほぼ同じ。でも拡張モジュール込みだとナノが 124g、Go ウルトラが 162g、37g の差が出ます。価格はナノの 64GB が 43,890 円、Go ウルトラが本体 64,800 円。ナノは内蔵ストレージあり、Go ウルトラは SD カード別売り、4K 対応の V クラスを追加すると 64GB で揃えるとナノの方が約 25,000 円安いです。マイクと音声、物理マイクの数はナノが2個、Go ウルトラが1個。まず内蔵マイクの音を聞いてください。はい、今内蔵マイクのテストをしています。こちら DJI Osmo Nano、聞こえ方いかがでしょうか。こちら Insta360Go ウルトラ、聞こえ方どうでしょうか。正直実用上は互角です。違いは外部マイク。ナノには Osmo Audio という DJI 独自の無線があって、 DJI マイクと受信機なしで直結。一方 Go ウルトラも同じ DJI マイクを使えますが、こちらは Bluetooth 経由。これは Go ウルトラの公式マニュアルにも明記されています。じゃあ音はどれぐらい違うのか。3メートル離れて撮ってみました。3メートル離れました。聞こえ方いかがでしょうか。3メートル離れました。聞こえ方いかがでしょうか。5メートル離れました。聞こえ方いかがでしょうか。5メートル離れました。聞こえ方いかがでしょうか。10メートル離れました。聞こえ方いかがでしょうか。10メートル離れました。聞こえ方いかがでしょうか。正直音質の差は思ったより大きくなかったです。普段の撮影では言われないと気づかないライン。ただし構造的な差は残ります。ナノは送信機を2本まで使えるので対談 OK。 Go ウルトラは Bluetooth マイク原則1台のみ。ソロ運用に最適化された設計です。バッテリー 4K30fps で取りっぱなしの実測です。ナノは約59分、Go ウルトラは約47分、ナノが12分長持ち。両機とも耐久モードを搭載していて、Go ウルトラは耐久モードをオンにすると約63分まで伸びます。ただしナノの耐久モードはさらに強力で、 4K60fps で50分以上連続録画できる仕様。これは Go ウルトラにはできないナノだけの強みです。急速充電は逆に Go ウルトラが12分で 80%、 ナノは20分で 80%。 充電速度は Go ウルトラ有利。30分以上の連続撮影は実際稀なので、通常使いなら両機十分です。取って戻して繰り返すなら Go ウルトラの急速充電が便利です。ストレージ、ナノは SD カードなしで撮影可。64GB と 128GB の内蔵モデルから選びます。Go ウルトラはマイクロ SD が別売り。ビジョンドックにも SD スロットがあるので、ナノ内蔵、ビジョンドックの SD カードに対比することはできます。
もう一つ大事な差が転送速度。ナノは USB3.1 で最大毎秒 600MB、 Go ウルトラは USB2.0 で毎秒 50MB 未満、10倍以上の差です。長尺撮影後の取り込み時間で効いてきます。マウントアダプター。ナノは他の DJI カメラと互換あり。Osmo Action 5 Pro、Osmo 360と同じアダプターが使えます。DJI でカメラを揃えている方には大きなメリット。一方 Go ウルトラは完全に新しい規格。インスタ360の X5、エースプロ、Go3 とも互換性がありません。インスタ360ユーザーでも Go ウルトラ用のアダプターを別途揃える必要があります。カメラ性能を整理します。センサーは Go ウルトラが 1.28 分の1インチ、ナノが 1.3 分の1インチ、わずかに Go ウルトラが大きいです。視野角は Go ウルトラが156度と広め、ダイナミックな画角で撮れます。違いはスローモーション。ナノは 4K120fps で撮れますが、Go ウルトラは 2.7K120fps が上限。4K でのスローは撮れません。カラープロファイルは大きな違いがあって、ナノは 10bit D-Log-M 対応。後処理でカラーディングをする派には大きい。Go ウルトラは8ビットのみ。カメラ内で完成させる設計です。ここから実際の映像を比べていきます。まず色合い。色合いの違いは両機の方向性がそのまま出ます。ナノは素材として残す前提の落ち着いた絵。Go ウルトラは撮ったその場で見栄えする鮮やかな絵。どちらが上ではなく設計思想の違いです。手ブレ補正は両機優秀。歩行中の安定感はほぼ同等。Go ウルトラはホライズンロック、360度ロックにも対応しています。設定の選択肢は両機の違いとして見ておきましょう。低シャドウ両機とも 4K60fps。ダイナミックレンジ、空と影が混ざるシーン。Go ウルトラはアクティブ HDR でカメラ内処理。ナノは 10bit D-Log-M で素材として残します。アプローチが真逆ですが、出来上がりは両機とも見られる絵。次にスロー。ナノは 4K120fps を 10bit D-Log-M で撮れる。スローでも 10bit が使える唯一のカメラ。Go ウルトラは 2.7K120fps の8ビットまで。解像度約 1.2 倍、ビット深度4倍の設定差。見るポイントはディテールと色の階調。大きなモニターほど差が見える領域です。フレームを止めて岩のテクスチャや水しぶきの粒を見比べてみてください。240fps は両機できる。でも 120fps で設定差が出る。これがスローの本質です。普段の SNS 視聴では気づかないレベルかもしれませんが、編集して仕上げる派には大きな違いになります。冒頭でお話しした性能と価格の意外なギャップ、その答えです。ここまでいろんな項目を見てきて、ほとんどの項目で両機は驚くほど近い存在でした。色合いも手ブレも低シャドウも AI モードも映像クオリティもみんな並び、バッテリーは少し違うけど耐久モードで並び、音質も事実上ほぼ同等。でも価格は約25,000円違うんです。同じ64ギガで揃えるとナノが43,890円、Go ウルトラが約68,800円。性質はほぼ並びなのにナノが25,000円安い。
これが今日見つけたギャップでした。もちろん撮ってすぐ完成したい人や急速充電が必要な人はGoウルトラもあり、逆に対談撮影 DJI で揃えたい、スロー 4K120fps が欲しい人はナノが安心です。あなたの撮影スタイル、コメントで教えてください。次の動画の参考にします。概要欄に購入リンクとナノの単独レビュー動画も貼ってありますので、気になった方はそちらもチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録といいねボタン、ハイプしていただけたら大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。